車載冷蔵庫。車載冷蔵庫は車やアウトドアに使う冷蔵庫です。バンウィーケンドでは DIY キャンピングカーを作ってきましたが、キャンピングカーを作成した当初はクーラーボックスを使用していました。クーラーボックスを2年間使い、やっと今年に本格的な車載冷蔵庫を導入しました。今回導入したイノーのポータブル車載冷蔵庫で、車中泊やキャンプのスタイルがいい意味で激変したので、車中泊やキャンピングカー、アウトドアが好きで車載冷蔵庫に興味がある方はぜひ最後までご覧いただければと思います。皆さんこんばんは、バンウィーケンドです。バンウィーケンドでは自動車メーカー勤務のサラリーマンが DIY キャンピングカーとポータブル電源の情報を発信しています。特にこのチャンネルでは本業データ、電装、法律、車の知識など専門的に情報を発信しているので、 DIY キャンピングカーに興味がある方はぜひチャンネル登録をお願いします。今回の動画では本格的なコンプレッサーがついたイノーの車載冷蔵庫42リッターを実際に1週間使ってみた感想を交えながら、車載冷蔵庫を搭載した方がいい理由を解説していきたいと思います。ではまずイノーの簡単な説明をします。イノーは日本のポータブル電源市場に5年間商品の開発と販売の経験があるメンバーが2020年に創立したブランドです。ポータブル電源やソーラーパネル、スポットエアコンなどアウトドアに関する商品を得意としています。そんな会社から販売されているのが今回紹介するイノーの車載冷蔵庫です。では車載冷蔵庫を搭載した方がいい理由を解説する前に、イノーの車載冷蔵庫の概要を説明していきます。外観。イノーの車載冷蔵庫の外観はベージュを基調としていて、冷蔵庫中央部に黒が配色されています。アウトドアを意識しているブランドということもあり、冷蔵庫のデザインに関してもアウトドアらしい色が採用されています。天板も黒色に塗られていますが、冷蔵庫自体の表面は粗地加工がされています。車が好きな人は梨地塗装なんて呼ぶ方もいらっしゃるかと思います。アウトドアや車中泊では冷蔵庫などガジェットを手洗いに使う環境が多いと、通常の塗装ではすぐ傷ついてしまうので、このような塗装があると傷を気にせず扱うことができます。そして冷蔵庫の角にはバンパーが取り付けられており、衝撃を吸収することも可能ですので、少々手洗いに扱ったとしても問題ないと思います。特に僕の性格は結構大雑把なので、こういった気配りが嬉しいです。冷蔵庫側面には表示画面と温度設定のボタンが配置されており、タッチをすることで温度設定を変えたり、冷蔵庫の運転状態を任意で変えることができます。冷蔵庫内には開いた時にライトがつくようになっています。それでは簡単なイノーの車載冷蔵庫の概要が分かったところで、車中泊やキャンプ好きが車載冷蔵庫を絶対に購入した方がいい理由を解説していきます。理由1、氷の補充がいらなくなる。車載冷蔵庫だから当たり前でしょうと思うかもしれません。しかしこの氷の補充が必要なくなるのには様々な技術のおかげで実現ができるようになり、この技術のおかげで車中泊やキャンプ、アウトドアをする人にとって計り知れないメリットがあるので紹介します。僕は DIY キャンピングカーを作り始めたタイミングで50リッターのクーラーボックスを購入しました。もちろんクーラーボックスなので、キャンプの前や車中泊の前には氷や保冷剤を入れなくてはなりませんでした。一番厄介だったのがキャンプに出かけた2日目や3日目。この頃になると氷も溶けていくので食材をダメにしてしまうこともありました。そこで役に立つのがイノーが採用した冷却システムです。車載冷蔵庫やポータブル冷蔵庫には様々な冷却システムが存在しますが、イノーが採用したシステムはコンプレッサー式。コンプレッサーを用いたシステムになります。ポータブル冷蔵庫の主な冷却方式はペルチェ式、ガス式、コンプレッサー式の3つがあります。まずはペルチェ式。ペルチェ式冷蔵庫は半導体に電気を通すことで冷却させる仕組みです。目的としては温度を維持させるためにあり、ワインを一定の温度で保冷するためのワインセラーなどでよく使われています。目的が温度維持のため冷却効果が大きいとは言えませんが、霜が発生しにくいという特徴もあるのでメンテナンスの必要はなく扱いやすいシステムです。次にガス式ですが、ガスボンベを使って冷蔵庫を冷やすものです。アンモニアやカセットガスを使いガスを加熱させます。ガスが加熱されることで成分が蒸発します。蒸発した成分が気化するときに発生する気化熱を利用して冷蔵庫を冷やすという仕組みです。この方式は現在でも使われていますが、比較的珍しい種類かと思います。この方式が多く使われているのが旧式のキャンピングカー、アメ車のキャンピングカーなどに使われています。旧式のガス冷蔵庫であればガスが稼働するので電源は不要になります。しかしやはりガスを使うのでペルチェ式と比べてガスの補充をしなくてはいけなかったり、ガスラインが詰まってしまって故障してしまったりと、メンテナンスには手間がかかりやすい傾向があります。そして今回イノーが採用しているのがコンプレッサー式の冷蔵庫です。コンプレッサー式の冷蔵庫は冷媒を封入して圧縮と膨張を繰り返し、冷媒が気化する熱を使って冷却します。もちろん気化熱なのでペルチェ式などよりもかなり冷えやすい構造です。視聴者さんのご自宅にもある家庭用冷蔵庫が同じ方式を採用しています。すでに一般化されているということもあり、間違いなく冷えるのがこのコンプレッサー方式なのです。イノーの冷蔵庫の設定温度は一番冷える温度でマイナス
-20度ということですが、実際に実験してみました。はい、ということでね、一回今までのフレームとかばらして、ちょっと幅が取れるように調整しました。で、今から休憩する感じなんですけど、ついでにどれぐらいこのね、車載冷蔵庫が冷えていくかっていうのを検証してみたいと思います。で、中身自体も冷凍室と普通の冷蔵庫の方が分かれてるんで、一番ね、僕が気になる冷凍室の温度を調べながらどれぐらいで冷めていくかっていうのをね、見ていきたいと思います。はい。で、シガーソケットつけて、僕の新しい車載電源、今-31度なんですけど、思いっきり冷やします。もう-20。設定。-20ですね。で、コンプレッサー動き始めましたね。これで、この電源と車載冷蔵庫、しっかり冷えるかどうか試していきます。お昼を食べるために約1時間放置してみました。開始は11時52分で冷蔵庫の庫内は32度。そしてお昼を食べ終わった1時間後には約-2度まで冷えていました。ちょっとさっき冷やしたスポーツドリンク出してみたいと思います。よいしょ。バッチリ冷えてる。いただきます。嬉しい。車内でこんな冷たい飲み物飲めるの嬉しいっすね。めっちゃ冷えてる。最高っすね。夏場だったら DIY しながら、ここにこんな感じで水入れて、熱中症対策でね、かなりいいですね。引き続きちょっと DIY してきます。この日は35度くらいの炎天下にもかかわらず、1時間足らずでマイナスまで温度が下がったので、コンプレッサー式の冷却効果を分かっていただけたかと思います。特に注目していただきたいのが、1時間で33度から-2度まで冷やすことが可能なので、急なお出かけや急に冷たいものを冷やす必要があった時はかなり便利だと思います。ちなみにこの後も実験を行い、夕方までペットボトルを冷やしてみました。はい、ということで、夕方になって見てきたんですけど、ちょっとスポーツドリンク入れっぱなしもの見てみます。わかりますかね？ちょっとシャーベット状に氷になってるぐらい冷えてたんで、-7度ぐらいまでいってるんですね。-5度とか。で、これぐらいの容量でシャーベット状にいってるんだったら、全然、あとは氷になるのも時間の問題って感じですね。で、結構ね、中も冷たい感じになってます。今からね、明日キャンプ行くんで、食材をね、この中に入れて、で、もうこのまま一晩車に置いちゃおうかなって思ってます。ちょっと買い物行ってきます。このように電気だけで冷やすことができると、今まで必要だった氷の補充もなくなり、氷に使うお金や手間も減るので、アウトドアや車中泊をさらに楽しめると思います。しかしここである疑問が生まれると思います。その疑問はどれぐらいの電力が必要なのか。では次に今回の冷蔵庫の電力について解説していきます。ENOEの電源の取り方は3つあり、AC コンセント、車のシガーソケット、ポータブル電源のシガーソケットから電源を取り出すことができます。特に車載冷蔵庫ということでシガーソケットを想定して使用されるかと思います。車のシガーソケットを使うときはエンジンがかかっていれば車載冷蔵庫も常に作動させることができます。僕の場合はポータブル電源が好きということでポータブル電源で作動させてみました。電源を動かす電力をワットと表します。このワットが大きければ大きいほどすぐにポータブル電源の容量は減り、小さければ小さいほど容量を長く保てるわけです。ENOEの冷蔵庫にはモードが2つあり、急速冷却モードとエコモードがあります。急速冷却モードは名前の通りコンプレッサーを多く稼働させ気化熱を増やします。その代わりに電力が多く使われてしまいます。エコモードは急速冷却モードの逆でコンプレッサーを稼働させる回数を減らし電力を抑えるモードです。急速冷却モードであれば必要な電力が約 50W、600Wh のポータブル電源であれば約12時間持ち、エコモードであれば約20時間持つ計算になります。はい、ということで買い物終わってこんな感じで食料詰めました。明日のキャンプに向けてね、一晩どれぐらい冷えるのか、ちゃんと冷えるのかっていうのをね、検証してみたいと思います。冷えなかったらお肉全部ダメなになりますからね。買い物終わりです。ということで、キャンプに使う食材を購入し、冷蔵庫に入れてみました。翌朝まで 600Wh のポータブル電源で持つのかどうか実験してみます。6時50分になりました。バッテリーはね、
無事期の 50% ぐらいだったんですけど、35% まで落ちて、エコモードだったんで、30ワットぐらいで維持していって、一晩持ったって感じですね。昨日のお昼からずっと回してるんで、結構優秀ですよね。問題の方の温度もマイナス 6.6 度までちゃんと維持できてるんで、かなり優秀です。で、設定温度もマイナス8度なんで、もうほぼ誤差はなく、ちゃんと維持してくれてます。ちょっと、開けてみましょう。おー、いいですね。OK です、OK です。昨日入れた氷も溶けてないですし、いいですね。このままね、またキャンプ場の方に向かっていきたいと思います。あえてバッテリーは交換しないです。このように 600Wh の比較的小さなポータブル電源でも一晩全く問題なく使用することができました。おすすめな使い方としては、最初の1時間急速冷却でマイナス付近まで温度を下げた後、冷えたところでエコモードに移行するといったやり方です。ここで一旦休憩です。このようにバンウィーケンドではキャンピングカー作りに必要な情報やガジェットの情報を詳しく解説しています。この動画がいいねと思った方はぜひいいねボタンをお願いします。今回は視聴者の皆さんと100いいねを目指したいと思います。今回紹介したポータブルクーラーは25リッター、32リッター、42リッター、52リッターと自分の用途に合わせて選べるので好きな容量を買ってもらえればと思います。ちなみにバンウィーケンドは42リッターの冷蔵庫を購入し、大人2人が2日間キャンプをして使う食材を余裕で詰め込むことができました。この冷蔵庫が気になった方は概要欄からチェックしてみてください。では最後にこの冷蔵庫で凍らせたキンキンのコーラを見てもらえればと思います。ではまた来週。